おはようございます。朝の7時です。今日はですね、数日前に思い立ってすごい天気がこの週末良かったんで、娘初めての動物園に連れて行きます。朝ごはんはですね、週末の謎のやる気で蒸しパンです。すごいね、出来上がり可愛いんで見てください。3、2、1。まだか。3、2、1。てーん。バナナとね、さつまいもでございます。一回作ったらね、めんどくさいけど、あとは冷凍して数日間あげれるのですごく便利です。娘、卵アレルギーなんで、卵不使用で作っております。こんな感じで朝食出来上がりました。休みの日なんで夫があげてくれるみたいですね。お皿ごと渡してあげてよ。自分で選んで食べたいのにな、山ちゃん。あ、そうなん？そうや。そういう意味でそのお皿に入れてるんです。溶けきたな。娘ね、朝寝と昼寝めっちゃするんですけど、今日は早めに寝てくれたから昼までに家出れるかなと思います。やったー。持ち物はこんな感じで、ちょっと生まれた時から障害があるので、障害者手帳と、あとは卵アレルギーの一応念のため豚腹の薬を持っていきます。娘が寝てくれたので割とゆっくり自分の準備できました。お化粧にこだわりはないというか、子供産んでからほとんどすっぴんのようなもんなんですけど、ちょっとお出かけの時はね、なんかちょっとテンション上がりますよね。こんな私でもね。でっかいのよ、背中見て、これもう立派というか強そうというかな、これはどうにかしなあきませんね。娘の服はこんな感じです。スタイとね、ワンピース私決めてたんですけど、そういえばこんなズボンあったよって夫が見つけてきて、いい感じのコーデに仕上がりました。はい、夫はこんな感じです。娘をね撮るためにしっかりカメラも用意して、もうカメラ小僧っていう感じですね。はい、こんな感じで家族で出かけてきます。普段見ることのない後ろ姿、ほんまに偉いことです。卵アレルギーの娘と一緒にスシローに来ました。ちょっとまだ生ものも食べれないので、何を食べたかっていうのをね、ちょっとご紹介していきます。タコ高いけどちょっと入れさせてもらいます。もちろん。いや、タコやめてイカにしよう。私の考えた卵アレルギーの娘がスシローで食べれるもの、こちらです。きつねうどんと納豆巻きとシャリ。納豆巻きは海苔の部分が怖いので、シャリだけ別で頼んで、納豆巻きの上の部分をこんな感じで移しました。あとはポテトフライ、卵アレルギーでも食べれるので、その辺を揚げたんですけど、ちょっと動画の尺じゃね足りない卵アレルギーの外食について喋りたい部分を動画の最後でちょっと喋ってるので、もしよかったら見てみてください。納豆巻きの土台と残りのうどんは私が食べました。大阪の天王寺にある天王寺動物園っていうところに来たんですけど、誰も来てないやろ動物園と思ってたら、チケット売り場からこんな並んでてめちゃくちゃびっくりしました。でね、私らがちっちゃい時に通ってた動物園とはもう全然違って、なんかめっちゃ綺麗になってました。むちゃん、くまちゃんやってあれ。わしが。おー。たまたまいい時に出くわしたんですけど、このシーンね、飼育員さんに誘導されてクマさんが体重を測ってるんですよ。でね、飼育員さん曰くこのクマはクマの中でも小柄な方らしいんですね。でそのクマさんの体重がなんと70キロ、私よりね10キロも軽いんですよ。10キロでね、夫なんて言ったと思います？メグって人間の中ではでかいけどクマの中やったら小さい方やねんなって言ってました。いるな、フラミンゴさん。
ゆな動物園どう？動物園行こうかな、子供ちっちゃいから無理かなと思ってる方いたらね、意外とね行けますよ。おむつ借りるとこもいっぱいありましたんで行ってみてください。ちゃんと考えられてるな。ちょうどこう半分に行ってきて半分して、もうそろそろ休憩したいんやろなって。夫がね、娘の大好きなキリンさんを一生懸命見せてるんですけど、だいぶ拡大してこの大きさで携帯で撮れてるので、目視ではちょっと難しかったです。みんな来たよ、ワンワン。おー、指さしてる指さしてる。おー、このカバさん気に入ったので家族写真撮っときました。こんな感じです。今回の動物園で私が個人的に一番良かったなと思うのがカバ。もうね、迫力がすごくって2頭いたんですけど、水の中から鼻だけ出して呼吸するところとかすっごい迫力があったんで、皆さんよかったら絶対カバゾーン見に行ってください。なんとか無事に帰ってきました。この後スシローでの話しますんで、よかったら見てください。おはようございます。動物園の次の日です。昨日すごい楽しくって疲れたんですけど充実した一日でした。スシロー、卵アレルギーの娘を連れて行ったスシローでの成功と失敗、やっといてよかったことっていうところでお話ししたいと思うんですけど、まず卵アレルギーが娘あるので、事前にそのサイト、行く予定のご飯屋さんのサイトを見てアレルギー情報っていうのを確認して、こんなん食べれそうかなっていうのは事前に必ず見てます。でスシローさんの場合さらに良かったのは、お席について注文するタブレットの、中にもアレルゲン一覧っていうのをしっかり作ってくださってたので、改めて携帯とかいちいち開かなくてもそこで確認することができてすごい良かったかなと思います。で、事前に食べれそうなものをピックアップしてる時に、うどんやったらあげれるやろうと思ってサイドのところでうどんを調べてたんですけど、意外にも卵マークに丸があって、なんでやろうと思って、いろいろGoogle とかチャット GPT とかでこう理由を探ってたら、おそらく天かすとかかまぼこに卵が入ってるんじゃないか、卵白とか入ってるんですよね、リモンって。なるほどと思って、抜いてもらえるかなと思って、店員さんちょっとねお忙しい時間で非常申し訳なかったんですけど、娘がアレルギーなんで、ちょっと天かすとかまぼこ抜いてほしいんですけどいけますかっていう話をしたら、すごい快く対応してくださって、やり方としては、まず普通にタブレットで注文してくださいと。で、僕がちゃんとキッチンに言っときますっていうので、普通にタブレットから注文させていただきました。で、到着したうどん見ると、本当にちゃんと、かまぼこも天かすも抜かれてたので、感謝の気持ちでいっぱいですっていう感じなんですけど、事前にしっかり調べるっていうのと、お店の方に事情を説明して、抜けるものは抜いていただく。よかったかな、事前準備しといてよかったなって思う点なんですけど、もちろんそのアレルギーレベルによって一緒にこう卵を使ったものと一緒に食器を洗ったり製造工程が同じですとかで、それでもダメな子もいると思うんですけど、うちの娘レベルの、卵アレルギーであれば全然問題なくいけましたっていう感じですね。で、失敗談でいくと、これ卵アレルギーは正直関係ないんですけど、最近ね娘が結構意思表示をしっかりしだして、今はこれが食べたいとかね、これが欲しいっていうのをねすごい言うようになってきたんですよ。で、普段やったら納豆ご飯もうどんも食べるはずなんですけど、外食なんで、この前ね別の外食先でポテトフライがえらく気に入ってたので、アレルギーもあって食べれるものも少ないからポテトフライをちょっと切ってあげたんですよ。そしたらもうそれにハマってしまって、うどんもいらん、納豆ご飯もいらん、それだけくれみたいな感じでひたすらポテトを食べるっていうね。せっかく店員さんに抜いてもらってるのに。で、親もやっぱり気になるじゃないですか。ポテトフライだけでお腹いっぱいになるんかとか、炭水化物とタンパク質をバランスよく食べてほしいとかね、自分たちが勝手に外食連れて行ってるくせにめちゃくちゃ気になってしまって、でやっぱりこううどんとか口に入れてもとむせながら出すんですよ。だからなんかもう周りに迷惑かけないかなとか
か、娘が喉詰まらないかなとか、もういろんなことになんか意識が持っていかれて、夫も私も自分の食事どころでなくなって、しっかりねお互いにお腹いっぱいになるぐらいには食べてるはずなんですけど、外お店出ながらなんか食べた気せえへんなみたいないう話をしてたんですけど、その辺がちょっとやっぱりまだまだ1歳半の子供を連れて外食する難しさなのかなという感じがしました。卵アレルギーもあるしリスクもあるんですが、基本的にその子供用のお椅子を準備してくれているような外食チェーンさんっていうのをもちろん中心にこれからも娘といろんなところをお出かけして怖がらずに外食も行けたらなというふうに思います。一応ねお守りとしてその卵アレルギー出た時に処方された、アレルグラみたいな、豚腹の薬も一応1袋だけ持っていくようにしてます。はい、こんな感じで頑張ってますので、また動画見てください。ありがとうございます。